皆さんこんにちは。トニー高谷です。今日は前面のディテール工作を行います。と言いましても、タイフォンとかホロワーク、特急マークとかは以前にやりましたので、今回はその時できなかった部分の作業を行います。その前に屋根の排気管の枠のようなものが前の方にもありますので、こちらを取り付けます。後ろの方の排気管につきましては、以前につま板のディテール工作のところでご説明しておりますので、そちらの方も参考にしてください。厚さ 0.4 ミリの真鍮の帯材をこの字に立てていきます。ハンダ付けが終わればヤスリで成形します。それでは前面の作業に移ります。まずヘッドライトケースから屋根にかけてのカーブが気に入らないので、ハンダを持って成形し直しましたが、写真やネットの画像を見てもよく分からず、結局はこんなものかなと、最後は適当なものになってしまいました。ディテール作業はおでこの手すりから始めました。手すりの取り付け作業の詳しいことは、こちらもつま板のディテール工作のところで取り上げていますので、そちらを参考にしてください。なお、つま板の手すりといいますか、昇降用ステップの取り付けには2ミリの木製の角材から削り出したものをスペーサーに使用しましたが、今回は厚さ1ミリ、幅3ミリのものを適当な幅に切り出して使用しました。ただ、おでこの手すりは他のものよりは飛び出しの幅が狭くなっていますので、角材を厚さ 0.8 ミリまで削って使用しています。次は運転室窓の下にある手すりを取り付けます。今回取り付けスペーサーに使用した角材ですが、厚さが 1.2 ミリぐらいになっていますので、少し削る必要がありました。手すりの片方をハンダ付けします。もう片方もハンダ付けします。前面がわずかにカーブしている関係で、こちらは細く切り出した角材をスペーサーに使用しています。運転室窓下の手すりの取り付けが終わりました。こちらにも手すりといいますか、昇降用のステップがありますので取り付けます。これで手すり関係の取り付けがすべて終わりました。次は微糖掛けを取り付けます。エコーモデルのパーツを使用しますが、
コーチ型のみに取り付けます。つま板に取り付けたときは表から瞬間接着剤で仮止めしてから裏側からハンダ付けしましたが、今回は表側からハンダ付けを行いました。理由としましては、取り付け穴に取り付け足を差し込んだ際、ほとんどぐらつきがなくしっかりと止まっていたからで、この方が位置の確認がしやすい点があります。ただ余分なハンダの除去に時間がかかるという欠点もあります。初期型のキハ82の微糖掛けはタイフォンの上部と一体になっています。そのためタイフォン上部を厚さ 0.3mm、幅 0.6mm の帯板を取り付けるために少し削ります。ここで微糖掛けの作業を中断して先に板状のステップを取り付けておきます。再び微糖掛けに戻って先ほどヤスリで削ったところに直径 0.3mm の穴を開けます。厚さ 0.3mm、幅 0.6mm の真鍮帯板に 0.3mm の穴を開けて直径 0.3mm の真鍮線を通します。帯板をカットしてから先ほどタイフォンに開けた穴に真鍮線を差し込みます。差し込んでから真鍮線の頭の部分を金槌で軽く叩いておくとしっかりと固定できます。帯板をハンダ付けで取り付けてからヤスリで余分なハンダを削って形を整えます。微糖掛けの取り付けが終了しました。左側はパーツを使用したコーチ型です。下の方に穴が3つずつ見えますが、ジャンパー線を取り付ける穴を開けています。ジャンパー線は少し形が異なりますが、エコーモデルのパーツを使用します。最後にホロを作ります。作ると言いましたが、正確には加藤のパーツに手を加えます。こちらはキハ82用の全面ホロですが、キハ82が中間車に入った時に使用されるパーツです。そのためこのまま使用するとかなり前に飛び出してしまいます。それでホロの厚さが今 3mm ありますが、1mm くらいまで薄くしていきます。同時にホロ枠部分も厚みを少し薄くします。まずヤスリでホロ枠部分を削ります。糸のこでホロを半分くらいにカットします。
切り出したらヤスリでさらに薄く削っていきます。今 1.1 ミリくらいまで削ったところです。もう少し削りたいところですが、何か支えを失った感じで反ってきています。取り付けは塗装後に接着剤で行いますので、少しくらい反っても問題はないかと思います。とは言っても、取り付けにはガイドになるようなものがあった方が作業がしやすくなります。それで前面への取り付け用の足として直径 0.4 ミリの真鍮線をホロに植え込みます。もう少し太い線材を使いたいところですが、ホロ側に穴を開ける余裕スペースがあまりありません。上の方で 0.6 ミリ、下の方が 0.7 ミリくらいしかありませんので仕方のないところです。前面に取り付けてみましたが、反りがやや気になります。そのため隙間も生じています。最終的に塗装を施して接着剤で固定すればもう少しよく見えるのではないかなと思っています。以上で前面のディテール工作が終了しました。と同時に車体の作業もほぼ完了しました。まだトレインマークとかタブレットキャッチャーとかの取り付けをどうするか考え中ですが、決まりましたらまたこの動画の中で取り上げたいと思います。次回からは床下の工作に取り掛かる予定です。今回もご視聴いただきありがとうございました。